皆さんこんにちは。今日は山中湖にグランピングに行きます。朝の散歩では富士山が見えました。山中湖の白鳥についての話もします。リスニングの勉強のためにぜひ最後まで聞いてください。まずは肉屋さんに肉を買いに行きます。場所によって値段が違います。100g あたりの値段が書いてあります。例えば肩ロースは 100g あたり950円です。税込みは税金の入った値段という意味です。日本では物を買うときに消費税を払います。食べ物の消費税は 8% です。税込みというのはその 8% が入った値段のことです。じゃあ、ヒレ100と、あと肩ロースを300。ステーキみたいにしちゃっていい？あ、ステーキみたいな。ステーキみたいな。はい。ハムやベーコン、サラダなども売っています。それから馬刺しも売っています。馬の刺身です。肉屋さんにはよく揚げ物が売っています。野菜も売っています。ステーキはわさびで食べると美味しいです。塩はこちらの塩にします。いいお肉が買えました。次はスーパーに行きます。すぐ食べられるサラダを買います。きゅうりの漬物を買います。ドレッシングはこれにします。塩とレモンとオリーブオイル。シンプルで美味しそうです。オリーブを買って、チーズを買って、お会計します。合計点数は10点です。スマートフォンのバーコードを読ませてください。レシートをお受け取りください。ありがとうございました。買い物が終わったので、山中湖へ向かいます。空が曇っています。山中湖が見えてきました。雨も降ってきました。山中湖は富士山のそばにあります。でもこんな天気なので、この日は富士山は見えませんでした。湖のすぐ横の道を曲がります。グランピングのサイトに着きました。グランピングというのはキャンプのようなものですが、寝るのはベッドです。まずはチェックインをします。スリッパがあるので靴を脱ぎます。靴は靴箱に入れます。もう一度お名前いただいてもよろしいでしょうか。はい、です。お名前いただいてもよろしいでしょうかは、名前を聞く丁寧な言い方です。まず最初にご予約の時にいただいた情報確認をお願いいたします。ご住所と電話番号にお間違いありませんでしょうか。はい、はい、では漢字フルネームでサインをお願いいたします。最近は
機械でチェックインするところも多いです。でも、そうじゃないところもたくさんあります。本日お食事なしの素泊まりのプランでご予約いただいてまして、素泊まりというのは食事のつかないプランのことです。ありがとうございます。はい、頂戴いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。では、私たちの部屋に行きます。開けますよ。靴を脱いで入ります。ベッドが4つ。お湯を沸かすポットや冷蔵庫があります。結構広くてゆったりしています。外がよく見えます。外からもよく見えます。ちょっと恥ずかしいですね。雨なので外でバーベキューはできませんでした。でもわさびと塩で食べたお肉は美味しかったです。窓の外にスワンボートのスワンが見えました。ご飯を食べていた部屋に吉田のうどんのカップヌードルがありました。吉田のうどんは太くて硬いうどんです。こちらは山梨の料理、ほうとうのカップヌードルです。吉田のうどんもほうとうもカップヌードルがあるとは知りませんでした。吉田のうどんを食べてみることにしました。まあまあの味でした。もちろんお店で食べた方が美味しいです。でもこれも悪くありませんでした。雨で外で食べられなかったのは残念でした。でもドームの中で聞く雨の音が最高でした。最初は晴れていればよかったのにって思っていました。でも雨の音を聞いているうちにその気持ちがなくなりました。雨でよかったって思うぐらいでした。朝6時ちょっと過ぎです。雨は止みました。山中湖に散歩に行きましょう。空がきれいです。向こうから白鳥が泳いできます。右の方からも白鳥が泳いできます。お友達なんでしょうか。もうちょっとで首でハートができそうでしたね。惜しかったです。仲が良さそうですね。その後、別々の方角へ泳いでいきました。朝日が山の向こうから昇ってきています。とってもきれいです。朝日と反対の方向に歩きます。湖に山が映っています。湖に映る朝日は四角い形をしていました。
救急車が来ました。通り過ぎると音が変わります。ドップラー効果です。大きいホテルがあります。山の上の大きい建物もホテルです。あそこからは天気が良ければ富士山がよく見えるはずです。富士山のそばには湖が5つあります。5つあるので富士五湖と呼ばれます。山中湖は富士五湖の一つです。富士五湖には他に有名な河口湖があります。山中湖は富士五湖の中で一番面積が大きい湖です。また、富士山に一番近い湖です。一番近いということは、標高が高いということでもあります。標高というのは、海からの高さのことです。山中湖の標高は1000メートルぐらいです。標高が高いので夏も涼しいです。なので昔から夏のリゾート地として人気があります。ここは犬と一緒に泊まれるホテルです。犬を庭で遊ばせることができます。バス停があります。バスはあまり来ないようです。男の人がシャベルを持っています。死んだ魚を運んでいます。もっと深いところに捨てるようです。女の人が白鳥に餌をあげています。山中湖では白鳥の餌が売っています。さっきから見えているスワンボート、いくらでしょうか？大きいのが30分3000円です。モーターボートやカヌーもあります。スワンボートのところに本物のスワン、白鳥がたくさんいます。くちばしで羽をきれいにしています。水に取れた羽が浮いています。白鳥が1羽陸に上がってきました。羽ばたいています。他の白鳥も陸に上がってきました。白鳥の足を初めて見ました。山中湖の白鳥は渡り鳥ではありません。渡り鳥というのは季節によって長い距離を移動する鳥です。山中湖の白鳥は渡り鳥ではないので、一年中山中湖に住んでいます。山中湖村がお金を出して白鳥の餌を買い、ボランティアの人が毎日餌をあげているそうです。一方で、隣の河口湖では
白鳥をできるだけ減らそうとしているそうです。この種類の白鳥は外来種です。外来種というのはもともと日本にはいなかった生物です。なので環境を壊す可能性があるということです。河口湖と山中湖で白鳥に対する姿勢が180度違うので驚きました。水面に空が映っています。後ろを向いたら富士山が見えました。かなり雲がかかっています。でも富士山です。帰りは富士山を見ながら歩けそうです。もうすぐ白鳥浜というところがあるので、そこに行きます。この建物の前で湖に降ります。富士山が隠れそうですが、ここが白鳥浜です。この時は白鳥はいませんでした。でもさっきたくさん白鳥を見てきたので大丈夫です。とても綺麗です。帰りは富士山を見ながら歩きます。ちょっと木が邪魔ですね。湖を一周すると13キロから14キロです。湖の周りを走ったり歩いたりするのはとても気持ちがいいと思います。でもだんだん富士山の周りの雲が増えてきました。そして目の前で雲に隠れてしまいました。この後富士山は見えませんでした。富士山のそばのコンビニはこういう茶色いコンビニが多いです。派手な色だと自然の色と合わないからだそうです。カフェラテを買って帰ります。ホウキグサがきれいに紅葉しています。このホテルは全室サウナ付きだそうです。湖の向こうにある白い建物が白鳥浜のところの建物です。この場所からちょうど反対側ですね。帰る時にも白鳥を見ました。朝は白鳥は白鳥浜ではなくこっち側にいるのかもしれません。手前の白鳥、寝そうじゃないですか？ダメダメ、寝ちゃいけない。でもここ結構うるさいんです。
車がたくさん通ります。キッキッキっていうのは誰かが何かに空気を入れている音です。白鳥はすぐに起きてしまいました。もう一羽が湖に入ります。そして泳いでいきます。白鳥の泳ぎはきれいですね。スイーって滑らかに泳いでいきます。私も帰ります。きれいな山中湖と白鳥と富士山が見れてよかったです。ヨンさん、コンスンヘンさん、ロンダ・ブラッドショーさん、ソン・イルムさん、パトリック・ブルガーマイスターさん、ホワイトさん、エズラ・シンクレアさん、ミッキーさん、Thank you so much for your super thanks. It means a lot to me. I really appreciate your support. Lastly, let me share a comment with you. It's from Serenaさん. I'm proud to say I've watched every video on this channel. You've improved my Japanese comprehension drastically. Thank you so much. Wow, you've watched all of my videos?That's impressive. I'm sure it's helped you improve your Japanese a lot. Thank you so much, Serena-san. For everyone watching, I challenge you to watch as many as my walk and talk videos as you can. I'm sure they'll help you immensely. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation.If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. またね。